映像制作合同会社人の近藤正人です。本日ご紹介するのはいよいよ新発売となったアクションカメラ Osmo Action 6と Insta360 Ace Pro 2ビデオグラフィーキットの徹底比較です。最新技術を詰め込んだこれらのカメラ、アクションカメラの購入を検討されている方にとってこの2つのモデルが具体的にどう違うのか非常に気になるところではないでしょうか。実はこの2つのモデルはただ単にスペックが違うというだけではなく、映像表現の核となる設計思想において大きく異なる特徴を持っているのです。この動画を見れば結局自分にはどっちが最適なのという悩みがすっきり解決します。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは映像制作に関する有益な情報をお話ししております。今すぐチャンネル登録して最新の映像制作ヒントをゲットしましょう。まずは今回比較する主要なポイント6つを整理してお伝えします。これらのポイントを踏まえながら各カメラがどう違うのかを詳しく解説していきます。それでは早速見ていきましょう。スペックの細かな違いに触れる前に、まずはこの2つのモデルを実際に使ってみて感じた選び方のポイントについてお伝えしたいと思います。結論から言うと、重要なのは数値だけではなく、撮影から編集、共有までどれだけ気持ちよく一連の流れを楽しめるかということです。つまりカメラを手に取った時にこれなら自分の撮影スタイルにスッと馴染むなと思えるかどうか、そこが判断基準になります。その鍵となるのが直感的に撮影できる操作性、スムーズに使えるアプリ連携、そして簡単に共有できる仕組みです。性能が高くても使いにくければ結局出番が少なくなってしまいます。だからこそ自然に持ち出して撮影したくなること、この気軽さがとても大切なんです。この後ご紹介する各比較ポイントを見ながら自分ならどんなシーンで活用したいかとイメージしつつご覧いただければより自分に合うカメラが見えてくると思います。まずはアクションカメラにとって最も重要な比較ポイントの一つ、画質から見ていきましょう。画質は単純に解像度だけではなく色の表現力やダイナミックレンジ、さらには暗い場所での描写力など多くの要素によって決まります。両機種はセンサーサイズとレンズの明るさに違いがあります。まずセンサーサイズです。 Osmo Action 6は 1.1 分の1インチのスクエア CMOS センサーを採用。このため横動画はもちろん撮影後に縦や正方形、SNS 向けのフォーマットへのクロップ、トリミングがしやすいです。画角の余裕マージンがあるので取っておいて後で切り出す使い方に強いです。対して Insta360 Ace Pro 2は 1.3 分の1インチの通常アスペクト比のセンサーです。スクエアと比べると切り出しの余裕は少ないですが、高解像度、高画質レンズ、AI 処理による画質補正などでズームやトリミングをするときも解像度の余裕があります。次にレンズの明るさ、いわゆる F 値にも違いがあります。Osmo Action 6は可変絞りに対応していて、明暗差が大きい場所でも映像を整えやすいのが特徴です。アクションカメラはもともと広角レンズで被写界深度が深く、絞りを開けても背景が大きくボケるような表現には向きません。そのため可変絞りは主に暗所でノイズを抑える、逆光で白飛びを防ぐなど画質を調整する目的で役立ちます。一方 Insta360 Ace Pro 2は固定絞りですが、光の変化が激しいスポーツ撮影では露出が安定しやすく扱いやすいというメリットがあります。どちらが優れているというより、撮りたいジャンルによってストレスの少ない方向性が変わるというイメージです。それでは実際に撮影した映像を見ていただきましょう。今回は日中の明るい環境と夜間の低照度環境という全く異なるシーンでどれだけのパフォーマンスを発揮できるかを比較していきます。映像の比較場面では撮影方法についても条件を揃えています。2台のカメラを横並びで固定して高さもなるべく同じようになるように調整しました。これらの条件下でどんな映像が撮れたのか、それぞれの画質の強み弱みを映像で確認しながら検証していきましょう。今回はオートの癖を見るために基本的には露出とホワイトバランスはオートで撮影してみました。明るい場合は EV0 で撮影しています。まずは日中の太陽が出ているシーンを見ていきましょう。青空が見える街中のシーンです。パッと見た印象は極端に大きな違いは少ないです。Insta360 Ace Pro 2はシャドウを持ち上げて全体的に明るめに見せるのに対して Osmo Action 6はコントラストを重視している印象です。拡大してみると Insta360 Ace Pro 2の方がシャープです。
各カメラシャープネスは収録時に変更することができます。インスタ 360S Pro 2は低中高の3段階で、今回は中央。Osmo Action 6はマイナス2からプラス2の5段階で、間の0で撮影しています。デフォルトはどちらも真ん中になっているので、パッと撮るとこのような印象になります。編集しなくてもパッと鮮やかで映えそうな感じなのがインスタ 360AS Pro 2で、後から調整をするような作りなのは Osmo Action 6なのかと思います。続いて逆光時の自撮りを見てみましょう。オートの明るさの調整に差が出ていました。インスタ 360AS Pro 2は明るさが一定だったのに対して、Osmo Action 6は露出が結構変わっていました。Osmo Action 6の絞りを可変にしていた影響が出ていたのかもしれないです。あとはインスタ360は顔認識とポートレートモードがあり、顔速攻だったので露出が安定していた可能性もあります。こちらでもパッと見て鮮やかなのがインスタ360ということがわかります。シャドウを持ち上げる傾向があるので、逆光でコントラストが高い時でもそこまで暗いところが落ちすぎていないなという印象です。次は日が直接当たっていないビル群です。これも逆光気味だったのですが、多少インスタ360の方が暗めに撮れていました。Osmo Action 6の絞りは F2.0 から F4.0 の可変なのですが、ビデオモードで自動可変にしても暗いシーンでは F2.8 で止まって、それ以上は明るくならなかったです。F2.8 以上明るくするにはスーパーナイトモードを使用する必要があります。インスタ 360AS Pro 2は F2.6 ですが、センサーサイズが Osmo 6の方が少しだけ大きいので、絞りと感度のオートの組み合わせに差があるような印象です。ここは仕様変更される可能性はありますが、明暗差が少ないシーンではコントラスト差が出て Osmo Action 6の方が明るく見える感じがします。続いては少し曇ってきた時の印象を見てみましょう。全体的に少し暗かったので EV をプラス 0.7 で撮影しています。特に日が少ないと肌の感じが大きく違うなと思いました。インスタ 360AS Pro 2はポートレートモードの影響もあってか、顔色や肌が良い感じに見えます。この辺りは自撮りをすることが多い人にとって加工が適度にされているインスタ360は手軽に使えていいなと思います。僕も基本的に使うときはポートレートモードはオンにしています。EV プラス 0.7 にしたのですが、インスタ 360AS Pro 2の方が空の感じが残っているのがわかると思います。拡大してみてもインスタ 360AS Pro 2は最大 8K まで撮れる高画素モデルとAI チップの処理効果が出ているように感じました。色情報で言うと、インスタ 360AS Pro 2は 8bit、Osmo Action 6は 10bit で撮影できます。後から細かく編集すると 10bit である Osmo Action 6の調整幅は大きいですが、初心者の方でそこまで手間をかけたくないという方も多くいると思います。明るさの条件が良くないシーンでもパッと映える色味をしているのはライカとの共同開発した影響があるのかもしれません。次は暗いところで撮影した映像を見ていきましょう。最初の場所と似たようなところで撮影しました。インスタ360の方がパッと見た印象は明るくなっています。ビルの窓あたりを見るとインスタ360の方がディティールが残っていました。これは撮影中にカメラのモニターで比較しても差を感じるくらいでした。インスタ360はビルの中の蛍光灯が分かるのに対して DJI は潰れてしまって分かりません。センサーサイズや絞りというスペック上では Osmo Action 6の方が高いのですが、インスタ360の AI チップによる処理がうまいおかげか結構綺麗に見えます。暗所での自撮りも見てみましょう。これもパッと見た感じではインスタ360の方が顔も明るく背景とのバランスもいいなと思いました。この撮影を行った日にちょうど Osmo Action 6のアップデートがあって、スーパーナイトモードの画質が上がったとのことで、そちらで比較している映像です。インスタ 360AS Pro 2には17種類のカラープロファイルが搭載されています。シーンに合わせて選んでいただくことで、後から編集することなく、取って出しの状態でいい色味で撮影することができるので、すぐにシェアするのにも非常に便利です。ライカ監修のカラープロファイルもあるのが魅力的です。Osmo Action 6のカラープロファイルは6種類。数はインスタ 360AS Pro 2より少ないですが、こちらは適用する濃さを4段階に変更することができます。視線にかけることもできるので使いやすいと思います。
続いては各カメラに搭載されているズーム機能です。アクションカメラというと広い映像しか撮れないという印象がありますが、デジタルズームを使うことで大きく撮影することもできます。インスタ 360S Pro 2と Osmo Action 6は 4K 撮影時にそれぞれ2倍までズームができます。ズームした映像を見ていきましょう。これは分かりやすくインスタ 360S Pro 2の方が鮮明です。看板の文字をアップしても文字がくっきりと見えました。この辺りも最大 8K 撮影できる解像度と AI 処理による影響が大きいのかなと思います。アクションカメラだとどうしても広い絵ばかりになってしまいがちですが、ズームができると画角を変えることができるのでバリエーションを作ることができます。ズームのやり方はインスタ 360S Pro 2は画面のどこでも良いのでダブルタップ、Osmo Action 6は右下の1倍のところをダブルタップです。インスタ360の方が狙って押さなくても良い分ズームがしやすかったです。Osmo Action 6は右下を押す範囲が結構狭いのでうまくズームできない時がありました。ズームできるタイミングにも違いがあります。インスタ 360S Pro 2は録画中でもズームすることできますが、Osmo Action 6は録画中にズームはできません。撮影の流れを止めることなく一瞬で寄れるのはインスタ 360S Pro 2の特徴です。実際に使っていて撮っている最中に使えた方が急に寄りたいという時にも便利でした。Vlog みたいに運用する場合はインスタ360の方が便利かなと思いました。Osmo Action 6ならではの機能もあります。大きな武器はこの2つです。1つ目はホライゾンステディ。こちらはただの手ブレ補正ではありません。カメラがぐるっと回っても映像の水平はずっとキープされるんです。バイクやスキーなど激しく動くスポーツを撮影する人には必須の機能です。2つ目は被写体トラッキング。狙った被写体を自動で画面のど真ん中に捉え続けてくれます。動き回る被写体を逃げずに撮影できるのでアクティブな撮影がかなり楽になります。アクションカメラを選ぶとき意外と見落とされがちなのが音質です。最近では Vlog としての活用も多く、映像だけではなく声がクリアに聞こえるかが非常に大切になってきました。ここでは各カメラの本体内蔵マイクに注目し、様々なシチュエーションで収録した音声を比較していきます。今回は Osmo Action 6は風ノイズ低減を標準、インスタ 360S Pro 2は風切り音低減で収録しています。インスタ360が風切り音低減にするとモノラルでのみの収録になります。Osmo Action 6はステレオで収録しました。まずは街中での Vlog シーンを想定し、歩きながら収録した音声を聞いていただきます。広角気味で撮ってました。これはリニアですね。一番 Vlog では使いやすい感じかなと思います。広角気味で撮ってました。これはリニアですね。一番 Vlog では使いやすい感じかなと思います。インスタ360は風切り音低減にすると声にフォーカスしたバランスになっています。街中や騒音が多い場所での収録の時は話している声が聞こえやすい感じです。Osmo Action 6は周囲の音もバランスよく入ってます。低音もしっかりと出ているのと環境音も聞こえやすいので違和感なく使えます。続いては風のある環境での音声を比較してみましょう。そこまで風が強い日ではなかったのですが、街中を歩いている際に Osmo Actionは風の音が入っているシーンがありました。ただフォーカスだけオートじゃないんで気をつける必要はあると思いますが、こう見るとやっぱこれに関してもインスタの方が広いですね。ただフォーカスだけオートじゃないんで気をつける必要はあると思いますが、こう見るとやっぱこれに関してもインスタの方が広いですね。インスタ360は本体自体にウィンドジャマーが物理的についている影響もあるので雑音みたいなところは低減されています。もちろんどちらのカメラも外部マイクの接続に対応しています。しかし外部マイクの環境の柔軟性にはそれぞれ特徴があります。まず Osmo Action 6ですが外部マイクの対応が非常に優れており DJI 独自の無線マイクシリーズDJI マイク、DJI マイク2などがスムーズに接続できます。無線マイクを同時に2台接続できるデュアルチャンネル録音にも対応しており、インタビュー形式や複数人でのトーク収録に強い使い方が可能です。音声の分離収録が必要なシーンでは大きなメリットになります。一方、インスタ 360S Pro 2は無線マイクに対応していますが、接続できるのは1台のみです。
外部接続オプションの数も限られているため、トーク人数が多い場合や複数音源を同時に扱うような使い方にはやや制約が出てくる点に注意が必要です。とはいえ、インスタ 360S Pro 2は本体マイクの性能が非常に高いため、少ない機材で高品質な音声を取りたい場合に向いています。旅先での Vlog 撮影やソロ撮影では余計な配線や機材を持ち歩かずに済むという強みがあります。実際に僕も旅行時にインスタ 360S Pro 2と無線マイクを持っていきましたが、撮りたい時にパッと出す時はマイクを使わないことの方が多かったです。電源を切った状態ですぐ撮ろうとすると、カメラとマイクの電源を両方つけないといけないですし、マイクをつけたりするのも面倒な瞬間があります。音声収録の幅を広げたい、外部マイクを活用したいなら Osmo Action 6、コンパクトにまとめたい、本体だけで高音質を狙いたいならインスタ 360S Pro 2が最適と言えます。用途や想定シーンに応じて音声環境の柔軟性で選ぶのも非常に有効な判断基準になります。次に見ていくのは、撮影時の快適さに直結する操作性とユーザーインターフェースです。アクションカメラでは素早く設定変更できるかどうかが重要で、特にメニュー構成やディスプレイの見やすさが撮影体験を左右します。両機種とも全面ディスプレイを搭載しています。Osmo Action 6は自撮りの確認ができてフレーミングがしやすい作りになっています。タッチディスプレイで設定の変更もできます。インスタ 360S Pro 2は全面ディスプレイは設定の表示のみとなっています。特徴的なのは背面ディスプレイが180度反転可能な構造になっています。これにより自撮りだけでなく、ローアングルやバイク車載撮影など多彩なシーンで画角、設定確認がしやすく、操作の自由度が高まります。実際に日中の明るい状態ですと、画面が大きいインスタ360の方が見やすかったです。ディスプレイが動くので、自撮りと景色を撮影するたびにモニターを稼働させるのが手間かと思いますが、やはり画面の大きさというのは Vlog 的な運用をする場合は効果が高いなと思いました。設定画面の構成も異なります。Osmo Action 6はシンプルで直感的な UI、インスタ 360S Pro 2はアイコンと説明が丁寧に表記された UI で、初めて使う人にも迷いにくい設計になっています。個人的に感じたのが画角の設定までのアクセスです。インスタ360は画角設定がトップにあって切り替えが簡単なのですが、Osmo Action 6は手ブレ補正の設定内にあります。同じアングルを中心に使う人は特に気にならないのですが、広く撮ったりリニアで撮ったりと切り替える人にとってはインスタ 360S Pro 2の方が使いやすかったです。あと個人的に思ったのが録画ボタンの硬さです。インスタ 360S Pro 2は押した感触が結構あるんですが、Osmo Action 6は結構浅めでした。Osmo Action 6は押されてる感覚がちょっと少なくて、押してなかったり押したかなと思ってもう一度押したら録画を止めてしまって無駄なファイルを生成したりということがありました。アクティブなシーン中心で使用されている方にとっては簡単に録画操作がされると困ると思うので、少し感触が違うのかなと思いました。そしてインスタ 360S Pro 2ならではの便利なポイントとしては、録画中にボタンを長押しするだけで録画をキャンセルできる機能です。撮影し直したい NG シーンだったという時にその場でファイルごと消去できるので、無駄な動画ファイルが残らなくなるのが大きな利点です。あとは録画の途中で一時停止をして続きを撮るようなこともできます。ハイライトアシスタント機能をオンにしておけば、撮影したファイルのいいところを画面内で自動検出してくれます。ハイライト部分だけを残してそれ以外を削除することもできるので、中回しの時にいいシーンを見つけながらデータ節約を簡単にできます。これらの機能を使うことで編集時に不要な素材を探したり整理したりする手間が大幅に省け、作業効率が格段に上がります。シンプルな小型ボディと操作性を重視するなら Osmo Action 6、様々なアングルから撮影し快適な編集フローも意識したいならインスタ 360S Pro 2がおすすめです。それぞれのスタイルや用途に応じて選ぶのが良いでしょう。では次にアクセサリーとレンズ拡張の違いについて見ていきましょう。今回の比較ではこのポイントが一つ大きな差になります。Osmo Action 6は新しくマクロレンズと超広角レンズが追加されました。マクロレンズを装着すると被写体にグッと寄って撮ることができます。高温撮影や質感を強調したいシーンに最適です。そして超広角レンズ、これをつけることで従来のレンズより超ワイドな映像が撮影可能になります。
インスタ 360S Pro 2が189度、Osmo Action 6が182度なので、インスタ360の方が少し広いです。今回 Osmo Action 6のレンズが手に入れられなかったので、インスタ 360S Pro 2のものを見てください。アクションカメラらしい迫力を出したいときに非常に効果的です。この2つのレンズで寄る、広げるという撮影の両極をしっかりとカバーできる構成になっています。ただし Osmo Action 6はレンズ展開として現段階ではこの2種類のみで、あとは ND フィルターがあるのみと、表現の幅という意味では必要最低限という印象です。一方でインスタ 360S Pro 2はアクセサリーがかなり充実しています。特にレンズ拡張に関してはバリエーションが圧倒的に多いです。今回の新しく発売されたキットにはこんなアクセサリーが含まれます。超広角レンズ、シネマティックレンズ、クローズアップレンズ、ブラックミストフィルター、スターフィルター。Osmo Action 6の場合、寄る、広げるの2パターンでしたが、インスタ 360S Pro 2はブラックミストやスターフィルターのような映像の質感そのものを変えるアクセサリーが揃っています。カメラ内のフィルターとは違った雰囲気を出せるので非常に面白いです。クローズアップレンズの違いです。寄れる距離に関してはほぼ同じなのですが、ズーム機能に違いがありました。Osmo Action 6はマクロレンズを使うと2倍ズームが使えなくなりますが、インスタ360は使えます。なのでインスタ360の方が実質大きく撮影できます。アクションカメラはそもそも広く撮れるので、近寄れても結構遠く感じます。ですので2倍ズームできるとちょうど良いくらいに撮れました。さらに注目したいのがインスタ 360S Pro 2専用の撮影グリップです。このグリップにはバッテリーが内蔵されていて、撮影可能時間が伸びるというメリットがあります。そして何よりグリップとしての握りやすさが大きく向上していて、手持ちの安定感が抜群です。ストリートスナップや旅撮影で長時間の撮影でも疲れにくく、非常に快適に扱えます。ポイントとしては持ちやすくなるだけではなくて、撮影の操作性そのものが強化されるアクセサリーだということです。グリップには操作ダイヤルやズームレバー、シャッターボタンが搭載されていて、片手で撮影モードや設定を切り替えながら撮れるので、まるでコンデジを使っているような感覚で撮影できます。もともとインスタ360はストリート撮影グリップというアクセサリーがあって、僕自身それを使って普段から写真撮影に活用していました。今回の新しく出たインスタ 360S Pro 2用のグリップはそのアップデート版という位置づけで使いやすさが大幅に進化しています。動画だけじゃなくて日常を写真で切り取るカメラとしての使い方もさらに魅力的になっています。Osmo Action 6にはこのようなアクセサリーがないので、アクションカメラ的な使い方からは逸脱できないですが、インスタ 360S Pro 2はこのグリップがあるおかげで日常持ち歩くのにもとても楽しいカメラだと感じています。さらに撮った写真を専用のプリンターで印刷することもできます。デジタルでシェアもいいですが、こうやって紙として思い出に残せるのは面白い体験ですよね。どちらを選ぶかは撮影スタイル次第ですが、マクロと超広角だけで問題ない方は Osmo Action 6、映像表現幅を広げたり作品撮りにも使いたいという人にはインスタ 360S Pro 2がいいのかなと思いました。続いては撮影後のワークフローとアプリ連携についてです。アクションカメラを選ぶ上で実は一番重要と言ってもいいのがこのポイントです。というのも、どれだけいい映像が撮れてもスマホへの取り込みが遅かったり編集が面倒だと結局使わなくなる原因になっちゃうんですよね。でも安心してください。今回は両機種とも非常に優秀です。スマホアプリとカメラは Wi-Fi で連携するんですが、一度ペアリングしてしまえば次回からは爆速でつながります。特に便利なのがインスタ 360S Pro 2も Osmo Action 6も対応しているバックグラウンド取り込みです。データ転送中に別のアプリを開いたり SNS を見たりしても裏で転送を続けてくれるんです。地味なのですが本当に快適です。アプリの編集機能も一つの動画を調整するのはもちろん、複数の動画を自動でまとめてくれるモードもあるので、編集初心者の方でも簡単にいい感じの映像が作れます。細かい違いこそあれど、どちらも快適に使えるという点では互角でした。大きく違うところといえば写真の編集機能です。インスタ360アプリは写真に対しても色調整やフィルターの加工ができますが、DJI は編集が全くできません。編集する場合は他の編集ソフトを使う必要があります。インスタ360アプリでは編集して書き出すことによって、このようにインスタ360やライカのロゴの入ったフレームを書き出すことができます。SNS に上げるのにもおしゃれな感じが出てとても良いです。最後は一番気になる価格とコストパフォーマンスです。公式サイトの価格を比較して正直驚きました。結論から言うと最新モデルである Osmo Action 6の方が安いんです。
具体的な価格ですが、公式ストアの一番安いセットで比較すると、インスタ 360S Pro 2は 67,800 円。それに対して Osmo Action 6は 61,270 円です。なんと Osmo Action 6の方が約 6,500 円も安い設定になっています。ただ正直、この約 6,500 円という金額の差よりも、自分の撮影スタイルに合っているかの方が圧倒的に大事です。もしインスタ 360S Pro 2のフリップ式モニターや 8Kやアクセサリー拡張性が自分にとって必要というならば、この 6,500 円多く払う価値は間違いなくありますし、逆に Osmo Action 6のタフさや可変絞りの表現力が欲しいなら、安く買えて性能もマッチするわけですから最高だと思います。一番もったいないのは、安いからという理由だけで選んで結局使い勝手が合わずに使わなくなってしまうことです。機能や特徴がこれだけはっきり違う2機種です。ぜひ自分の用途ならどっちが活躍してくれそうかをイメージして選んでみてください。自分にぴったりな1台を選んで長く使い倒してあげるのが結果的に一番いい買い物になると思います。ここまで Osmo Action 6と Insta360AS Pro 2を徹底比較してきました。それぞれに全く違った個性と強みがあることを感じていただけたのではないでしょうか。アクションカメラというと激しいスポーツやアウトドア専用というイメージがあるかもしれません。ですが今回ご紹介した2機種はそれぞれの得意分野がはっきり分かれています。まず Osmo Action 6、こちらはシンプルかつ機動力重視です。小型軽量で操作性も直感的、動画メインでとにかく手軽にいい映像を撮りたいという方に最適です。特にすでに DJI 製品を使っている方やアクティブな撮影をしたい方にはスムーズに馴染む最高のカメラだと言えます。一方 Insta360AS Pro 2は表現の幅の広さと拡張性が魅力的です。レンズ交換ができる強みを生かして動画はもちろん写真でも高い描写力を発揮できます。 Vlog や旅の記録はもちろん、もっと作品性の高い映像を作ってみたいというクリエイティブな方はこちらが向いています。どちらも素晴らしいカメラなのは間違いありません。ぜひどんなシーンで使いたいか、どんな映像を残したいのか思い浮かべて自分に合う1台を選んでみてください。各カメラの詳細は概要欄に載せておりますので、気になる方はそちらもご覧ください。今回の動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。